ホタテがペーストになる状態までメレンゲになったら、カステラ卵の焼き方ということで、今回はねこれホタテと大和芋とこれは卵、この辺使ってね、江戸前寿司の最後に出てくる伊達巻きのような卵焼きの焼き方を、紹介しようかと思いますと。で、今回はね、家でも簡単に焼けるように紹介したいなと思ってホタテを用意したんですけれど、実際のね寿司屋さんでは、エビのすり身を使う場合が多いですかね。だから柴エビとかね。でこれ卵はM 玉でも L 玉でも白くても茶色くても卵なら何でも大丈夫かなと思いますので、このね芋はね長芋じゃなくて山芋っていうねちょっと粘りが強くて水気の少ない芋が適してるかなと思いますんで、この辺のね食材使って、卵焼きの焼き方紹介しようかと思いますと。まずはこのねホタテないしエビをすり身にしていくんですけれど、真面目な人は包丁で叩いてその後すり鉢ですってっていう作り方をすると思うんですけれど、今回はねなるべく手間を省きたいのでプロセッサーでねちょっとすり身を作ってしまいますと。クイジナートっていうメーカーのやつなんですけれど、どういうわけかね飲食店ではこのクイジナートというメーカーのプロセッサーが圧倒的なシェアを誇っていると。結構量販店なんかでも売ってたりして、これねとてもパワーがあって、なかなかにね使いやすいプロセッサーだと思うので、よかったらこれね概要欄にリンク貼っとくので、興味のある方は使ってみてください。どのぐらい引くのかというと、結構な時間回してもう完全にねこのホタテがペーストになる状態まで、プロセッサーにかけますと。途中でねこの周りに飛んで渦の中に入れなかった粗いホタテたちをこんな感じでね混ぜ込んで、もう本当にペーストになるまでひいてくださいと。ほぼほぼペーストになったら、ここに塩を一つまみ加えますと。でここからまたね、引いていくんですけど、これねホタテだとそうでもないんですけど、エビの場合はね塩かけてこう練るとこの身にね粘りが出るんで、この塩気を足すというよりもこっちのねすり身に粘りを持たせるために、塩を入れて、引くといって、完全にペーストになったらここにね、醤油っすね。醤油を本当にね香り付け程度に加えて、またねかき混ぜます。十分に混ざったら今度ねこのすり身を、すり鉢に移します。大和芋をすりおろしていくんですけど、これね皮はこんな感じでね包丁の背中でこうすると簡単に剥けますんで、これね別にこうやって包丁の刃使って剥いてもいいんですけれど、こっちのね背中を使って剥いた方が多分削りすぎないかと思うので、こんな感じで、皮を剥いて、で、おろし金でね、大和芋をすりおろしますと。これね
大和芋ってね、繊維が針状で、結構ねこれがね手とか皮膚につくと痒くなったりするんで、苦手な方はねこれ手袋して作業した方が痒くなりにくいかと思うので、その辺はね各自適切にすりおろしてくださいと。でねこれね分量はねざっくり紹介すると、だいたいねすり身 150g に対してこの大和芋が、100g 前後合わせてますかね。でこの後ね卵と砂糖合わせるんですけれど、だいたいねその焼く盤の大きさにもよるんですけど、卵8個ぐらいで、砂糖はね甘さ控えめで焼くなら 60g とか 50g とか、もう甘々のね卵焼きにするなら100とか120とか、だからね甘い卵焼きってね思ってる以上に砂糖が入っているって感じですかね。だからそうね、砂糖の量に関しては本当何回か焼いて好みで調整してくださいって感じなんですけど、だいたいねそのぐらいのあたりで焼いていますかね。ちなみにこれ山芋をねすりおろすときはこのねなるべく目が細かいおろし金ですりおろした方が、この後ねこっちのすり鉢で合わせていくんですけれど、そのすり合わせる作業がはかどりやすいので、ここのねおろし金は、僕はねなるべく細かいのを選んですりおろしてますかね。大和芋すりおろしたら先ほどの、ホタテのすり身に混ぜ合わせて、ここからすり鉢でねこの2つを合わせていきます。山芋までプロセッサーで合わせてもいいんですけど、山芋はねなんとなくプロセッサーにかけるとこの粘りが弱くなるというか、なんかねいまいちこの焼き上がりの卵の膨らみが悪くなる気がするので、このね山芋はすり鉢でねこんな感じで合わせた方が仕上がりはふっくらと焼き上がるような気はしてますかね。こうすり合わせてるとどんどんねこの生地がお餅みたいにね粘りが強くなってくるんですけれど、ここでねしっかりと粘りを出してこの生地に空気を含ませると仕上がりがねふっくらと焼けるような気がしますかね。ちょっと疲れますけど頑張って混ぜた方が美味しく食べられるのかななんて思ったりもしますかね。ここまで来たら一旦置いといて、この生地に卵を合わせていくんですけれど、まずは卵をねこれ、白身と、卵黄とに分けて、それから生地に合わせていきますと。これね今回はふわふわのねカステラ卵を焼きたいと思うのでこう分けているんですけれど、別にねふわふわだから美味しいというわけではないので、だからふわふわじゃない方が好きなんて方はこれ別にこの黄身と白身を分ける作業は特には必要ない作業ですかね。黄身と白身と分かれたら卵黄を、先にかき混ぜて、一度ねざるでこします。でこれねざるでこすのは単純にねかずらってあるでしょ、あれをね取るためなんで、別にねかずらが気にならないって方はざるでこさなくても
全然問題ないので、かずらこしたら、今度はこのね卵黄を少しずつね先ほどの生地に合わせていきますと。これなんで少しずつ合わせるのかというと、これこっちのね生地とこの卵黄とのこの粘土っていうの粘り気が違うので、これね一気に全部入れるとねなんかどうも混ざり合わないので、ちょっとずつ入れて徐々にこの粘土粘り気を合わせていくっていう感じですかね。このねカステラ卵のレシピは僕が考えたというよりは、これねパティシエの友達がいまして、これをねふわふわに焼くにはどうしたらいいんだっていうのを、パティシエのね友達に相談したら、このレシピを教えてくれたので、多分ね単純にふわふわに焼くだけなら、僕なんかよりねパティシエさんの方が詳しい方がいるかと思うので、なんでねその辺はもしね詳しい方がいたらこうした方がいいよなんてコメントくだされば嬉しいかなと思いますんで、何でもいいんでねアドバイスいただければと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。そのねパティシエの友達はね、膨らませたいなら小麦粉とかベーキングパウダーとか入れれば簡単に膨らむよなんて言ってたんですけど、なんとなくね小麦粉とベーキングパウダーは寿司屋さんにとっては若干ね邪道な気がしたんで、僕はね小麦粉とベーキングパウダーは入れずに焼くんですけど、膨らませたいっていうね目的なら小麦粉とベーキングパウダー入れても全然いいのかなと思いますので、皆さんね焼きたいように焼いていただければと思いますと。生地が混ぜ合わさったら、今度はねこのかずらが気になるようならかずらを取り除いて、でそれから混ぜてくださいと。白身はねもうホイッパー使ってメレンゲにしてしまうんですけれど、この時にね砂糖を加えて、で、メレンゲ状に混ぜ合わせますと。で砂糖はね正直ね僕はね、こっちに合わせちゃってもいい気はするんですけれど、どうやらメレンゲの方にね砂糖を加えた方が仕上がりがふっくらするなんていう意見もあるので、一応こうしてるんですけど、だからこの辺はねもう作業効率とね手間とのバランスで、どうにか折り合いつけてくださいって感じですよね。このね正直このメレンゲにするっていう作業はね、仕上がりをこのふわふわにするための作業なので、別にねこのカステラ卵がふわふわな方が美味しいってわけじゃなくてね、ちょっと重みのある方が美味しかったりもするので、だからもうその辺はね好みでこの泡立て加減を合わせてくださいと。でしっかりとメレンゲになったら、このね2つ最初の生地とこっちのメレンゲを、混ぜ合わせますと。これ混ぜ合わせるときは別にねこっちのボウルにこの生地入れてもいいんですけれど、ちょっとね今回ボウルがちっちゃかったので、なのでちょっと新しいボウルにね、生地を移しますと。そしたらあとはこのね生地とメレンゲをさっくりと混ぜ合わせますと。だからこの辺はねほぼほぼシフォンケーキと一緒っすよね。こんな感じでね全体に生地が
混ざったら、あとは焼くだけですと。で焼く時はね、これ卵焼きを焼く盤なんですけれど、まずは、こっちにね油をなじませて、ある程度ね最初にこの盤を加熱しておきますと。最初にねある程度こいつを温めておかないと、だから最初はこのね生地を流し込んだ時に、ジューっていうね音がするぐらいには、この盤は温めてくださいと。盤が熱くなったかどうかの目安としては、こうやってね温めていくと、このね盤がねちょっとずつこう油を弾き始めるっていうか、こういう感じでね油が馴染んでいた油がこう水滴っぽくなりだすんですよ。でそのぐらいまで温めれば結構ねしっかり盤が温まっていると思うので、そうしたら一旦ね火を止めて、ここにね生地を少しだけ流し入れます。そうですね。でこういうねジューっていう音がするぐらいに、盤を温めて生地を流し入れますと。ここでね、音が落ち着いたらもう一度ね火をつけて、で弱火に落として、で余った生地を流し入れますと。でね、今回これね卵10個の分量で作ったんで、この大きさの盤だとおそらく2回分ぐらいはね焼けてしまうんで、ちょっと生地が余ってしまうんですけれど、ご家庭の盤の大きさに合わせて、調節してくださいと。生地をこのぐらいまで入れたら、こっからね本当は火をね超弱火に落として、これね正直ねお店で焼く場合はこれ火をねどんなに弱火に落としてもこのね真ん中が先に焦げてしまうので、こういった感じでこの網か何かをかませて、でその上に盤を置いて、ここからねこういう網の上に炭を並べて、で下からも上からもゆっくりねこう全体に火を通していくっていう焼き方をするんですけれど、結局ねこの全体に火を入れるとか、ゆっくりねこう下からもこう上からも加熱していくって、結局はねやってることはオーブンと一緒なんですよ。家で焼く場合はねこれをこのままオーブンに入れてしまって、大丈夫だと思うので、今回はねこれオーブンに入れて、焼いてしまいますと。オーブンに入れて、で、もうそのままねあとは放置するだけなんですけれど、途中でねこのね卵焼き自体がかなり膨らむので、高さには余裕があるオーブン使った方が焼き上がりは綺麗に焼けますかね。このオーブンはねコンベクションオーブンっていうのかな、この熱風がね中でぐるぐる回るオーブンなんで、こういうオーブンの方が均一に焼けやすいと。このオーブンはね何がいいってね、この焼き上がりのね音が非常にいいと。それでね僕は買ったんですけど、この辺はね、好きなオーブン使って焼いてくださいと。で焼く温度はねだいたいね120度から140度の間で、30分から40分ぐらいかけてゆっくり焼いていくっていうイメージですかね。で、今でね30分ほど焼いたんですけれど、カステラ卵焼けているかと思うので、これねそのまま置いとくとねどんどん縮んでいくので、細い串かなんかを通して周りをね、盤から外しまして、木の板か何かの上に、逆さにして置いておくと、多少はねしぼんでしまうんですけれど、そこまでしぼまずに焼き上がると思いますので、
であとは、冷めたら切って食べるだけと。扱いやすい大きさに切って、好きなように食べてくださいといった感じですかね。だから断面はね、程よく空気が入って、ふわふわでっていうぐらいが食べて美味しいのかなと思いますので、この辺ね、お好みでお召し上がりくださいと。はい、ということで、卵焼きの焼き方でございましたと。以上です。